前回のあらすじ、今まで使っていた硬い樹脂に男性があることに気づいた、いろいろ作った、吹っ飛んだ、安定性向上のためにシャーシを長くした、長いのにカーブが速かった、カーブですごい曲がってた、綺麗に吹っ飛んだ、リアタイヤの駆け出しでより吹っ飛びやすいことに気づいた、記録は更新できなかった。ということでこのシャーシを改良して記録更新を狙います。前回のシャーシは4駆にするととにかく吹っ飛びやすかったです。2駆だとスピードが足りないです。シャーシを短くすれば軽減できますが、LC でのこの姿勢の安定感は捨てがたいです。そのためこの長さのまま吹っ飛びにくい4駆を作ります。フロントが吹っ飛んだ後にリアタイヤとの距離分マシンをさらに押し込むのが良くなかったです。つまりリアタイヤをフロントに近づければ解決できる気がしますね。早速モデリングします。モデリング完了です。印刷しました。重量は 15.1g です。次はモーターを並列につなぐコネクターを作ります。グルーガンで固めます。すべてのパッツが揃ったので組み立てます。モーターを乗せます。もう一丁、固定パッツを取り付けます。ネジ止めします。シャフトを差し込みます。スペーサーを取り付けます。ギアを取り付けます。ホイールを差し込みます。スペーサーを取り付けます。ギアを取り付けます。ホイールを差し込みます。グリス塗り塗り、塗り塗り、ローラーをホイールとして取り付けます。固定します。ブレーキ姿勢を取り付けます。リアローラーを取り付けます。固定します。バッテリーを搭載します。フロントローラーチップを取り付けます。固定します。できました。フロントダブルモーターアロン2です。重量は 74.7g です。曲がりを見てみましょう。ボヨヨヨーンって感じです。腹ブレーキを貼ります。両面テックにしています。リアブレーキに耐震マットを出た。早速走らせます。いつものスロー。まだ吹っ飛ぶか。ブレーキを強くしました。減速しすぎです。3.25 秒。遅い。問題点を挙げます。レーンチェンジでは腹ブレーキが効かないようです。後ろが柔らかすぎです。駆動が悪いです。空転しないです。モーターの出力が落ちています。旧モーター。43,000回転くらい。新モーター。45,000回転くらい。改良シャーシ。ドーン。フロントダブルモーターアロン2回です。駆動チェック。モーターは2つとも新しくしています。スルスルグッドです。平面速度 2.08 秒。前回より遅いです。前回はバッテリー2つだったので合わせます。あれ、さらに遅くなっちゃった。このタイヤの配置がトラクション不利かも。とりあえず走らせます。ブレーキ延長。ドーン。一応スポンジもドーン。切れ込みを入れました。抵抗が強くなります。ドーン。耐震マットに切れ込み。明らかにブレーキを引きずっています。遅すぎ、へなへなすぎました。これがブレーキ引きずりの原因と考えます。改良シャーシ、ドーン。フロントダブルモーターアロンディ V3 です。接合部を太くしました。全体的にも太くしています。かなり硬くなりました。走らせコースアウトしたので速くなっています。フロントにも延長ブレーキ、前後ともにマスキングテープのみです。前後に長いのでタイヤが浮いて程よくブレーキになります。長すぎスタート。少し速くなりましたがまだ遅いです。レーンチェンジ。2回目。3回目。飛び上がっていますがいい安定感です。フロントダブルモーターの効果に疑問が出たのでシングルにしました。さすがにめちゃ遅くなりますよ。シングルモータードン。フロントモーターアロンディです。曲がる部分の長さは同じです。駆動もぶっとです。本当はバッテリー直列の 8.4V のつもりでしたが10秒も持たずにモーターが壊れたのでバッテリー1つでいきます。重量は 62.8g。バッテリーが2つの場合もモーターが2つの場合もどちらも遅かったので軽量化によるスピードアップに期待です。リアブレーキは耐震切れ込みセッティングです。効きがかなりいいです。5。明らかに速い。いい感じ。もうちょい。ブレーキセッティングを詰めます。ドーン。遅い遅い遅い。ドーン。フロントマスキングテープ。リア切れ込み耐震マット。あと少しで自己ベスト。まだスピードが足りません。それとさすがに LC の溝が気になるので他の走者同様にテープで止めました。ブレーキ抜いて吹っ飛びテストしよう。計測してないのに乾燥すな。レーンチェンジ。2回目。3回目。4回目。姿勢によってはまだ余裕がありそうです。ノーブレーキ。バッテリーで立ってますね。リアブレーキステイでも減速しています。完全ノーブレーキ。リアに5度のダウンスラストゴムリングローラー追加。どうだ。
来た。 2.63 秒。よし、自己ベスト更新です。レーンチェンジ。2回目。3回目。リアのダウンローラーが当たった時にガクッと下がっています。こちらはリアで強力な踏ん張りが効いているように見えます。これを常に再現できたらもっとスピードが出せますね。この後も色々試しましたが、より良い記録は出せませんでした。というか自己ベスト更新の時点でほぼフルスピードなので、このマシンでは記録更新が難しく思えます。フロントダブルモーターで前回と同等のスピードの想定だったので、計画が大きくずれていました。パワーに余裕があれば重めの機構を乗せる予定もありました。ニコ動では予告もしていましたね。次こそ機構を入れたいです。と言っても自己ベストは更新できたので良かったです。この前買ったモーターがウルトラダッシュモーターよりかなり速いので、次は130モーターのマシンを作ります。最近夢にまでルール無用 JCJC が出てくるようになったので、そろそろ記録を更新したいところです。あっちのマシン開発も止めていますもんね。ということで、それではまた、もし